こんにちは、月島です。今回はフォーカスライト社がリリースしているプラグイン RED3 をレビューしていきたいと思います。前回の動画でレビューした RED2 はイコライザーでしたが、RED3 はコンプレッサーです。目次です。RED3 の概要と使い方、RED3 を音源にかけてみる、最後にまとめと次回予告です。フォーカスライト RED3 は実機のコンプレッサーをエミュレーションしたプラグインです。そして独自の VCA 設計をベースにしています。VCA タイプのコンプレッサーはレスポンスが速いことが主な特徴です。他に VCA タイプで有名なコンプレッサーは DBX160 や SSL バスコンプレッサーなどがあります。これらのコンプレッサーはバストラックやマスタートラックなどに使用される場合が多いです。また、このプラグインにプリセットは用意されていないようです。もしプリセットがあれば、この欄にリストが表示されます。RED3 はデフォルト設定しか表示されませんでした。それでは各ノブの機能をプラグインドクターの解析を交えながら見ていきたいと思います。まず RED3 をトラックに挿入した時に発生する倍音成分のグラフです。何も操作しなくてもプラグインを挿入しただけでこのような倍音が付加されます。こういう仕様は実機をエミュレートしたプラグインならではだと思います。プラグインの一番左にあるインプットノブは RED3 に入ってくる音源の音量を操作します。スレッショルドは音源に対してどのくらいの強さでコンプレッサーをかけていくかを決めます。RED3 の数値は -10 からスタートして -50 まで設定できます。スレッショルドが -10 の場合はグラフの曲がった部分が上の方にありますが、ノブを左側に回していくと曲がった部分が下がってきます。グラフを見ながらスレッショルドのノブを左に回していくと音源を強く圧縮しているということがわかると思います。レシオは圧縮する比率を決めます。スレッショルドの値を超えた音の圧縮比率です。RED3 では 1.5 から無限大まで幅広く設定することができます。レシオを操作することでグラフの上の方の曲がっている部分を動かすことができます。ノブを動かします。レシオの値を大きくしていくとグラフの上の方のカーブが大きくなります。これは圧縮比率が大きくなっていることを示しています。また、レシオの動き方は使用するプラグインによって変わってきます。そのため、使用するコンプレッサーによってコンプの効き方に違いが出てきます。アタックはコンプレッサーが動作し始める速さを決めます。細かい数値は書いてありませんが、速いタイミングで圧縮したい場合はノブを左側、ゆっくりとしたタイミングで圧縮したい場合はノブを右側にします。リリースはコンプレッサーの動作が終わるタイミングを設定します。早く圧縮を終わらせたい場合はノブを左側、圧縮を遅く終わらせたい場合はノブを右側にします。リリースタイムをオートに任せる場合はこのボタンを押します。VU メーターはインプットとアウトプットの音量を確認できます。メーターの下にあるスイッチでインプットとアウトプットを切り替えます。黒い針が入力または出力の音量を示し、赤い針がスレッショルドの値を示しています。ゲインリダクションメーターは音を何デシベル圧縮しているか確認することができる重要なメーターです。メイクアップゲインは音が RED3 を出る時の音量を決めます。音を圧縮すると音源の音量は下がりますので VU メーターを見ながら調節します。ドライウェットは原音とコンプレッサーのかかった音の比率を決めます。通常は 100% で良いと思います。ノブを 0% にするとコンプレッサーの全くかかってない音になります。
様々な楽器の音源をいくつか用意しましたので、RED3 を使用してコンプレッションしてみたいと思います。基本的にレシオを5対1に設定して6dB ほど圧縮する設定にしてみました。スレッショルドやアタック、リリースは各音源に合わせて調節しています。バイパスと比較しながら聴いていきたいと思います。再生します。以上のようになりました。RED3 はどの楽器の音源にかけてみても無理なくクリアに圧縮される印象を受けました。また楽曲全体のミックスに RED3 をかけてみると自然な感じにまとまり感が出て良いサウンドになったと思います。やはり RED3 は VCA タイプのコンプレッサーですのでバスやミックストラックに使用すると良い効果をもたらすと考えられます。RED3 は音を自然かつクリアに仕上げてくれるコンプレッサーだと私は感じました。プラグインのパラメーターもコンプレッサーの標準的なもので理解しやすく、インアウトメーターとゲインリダクションメーターもちゃんと備わっています。そのため操作方法もパネルを見ただけで簡単に理解できます。RED3 はサウンドと操作面の両方を見ても使いやすいプラグインだと思います。次回はフォーカスライトつながりでフォーカスライトのコンソール卓をエミュレートしたプラグインの BX コンソールフォーカスライト SC をレビューしたいと思います。ダイナミクス編とイコライザー編の2回に分けて使い方や実際に音源にかけるとどのようになるのか考察します。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。